お客様は神様です。世界が驚く日本のサービス6000。お客様は神様です。このフレーズは日本で生まれたものですが、その精神は特別な言葉ではなく、日常の一つ一つの中に静かに息づいています。思いがけない瞬間に感じる、気遣われているという温かさ。今回は海外の人々が驚いた日本のサービス精神に宿る優しさの物語を6つご紹介します。1、紙エプロン。日本のレストランでは料理と一緒に心遣いが運ばれてくることがあります。それが紙エプロン。トマトソースが跳ねるパスタや香ばしい油が飛ぶ焼肉でも、服を汚してほしくない、気にせず楽しんでほしい、そんな思いが形になったささやかな贈り物です。紙エプロンを差し出す時の店員さんの一言、よろしければお使いください。強制ではない。だけど確かに心を寄せてくれていると感じられる瞬間。服を汚したくない。そんなのは誰だって同じ。でも、それを誰かが気にしてくれていることに、私たちは案外気づいていないものです。海外の反応。日本で初めて紙エプロンをもらった時、その心配りに感動した。初めて見た時、私そんなに汚しそうに見えるって笑ったけど、結局ものすごくありがたかった。2、買い物袋の雨カバー。雨が降ろうと風が吹こうと、買い物はしなければいけないもの。日本のお店では、そんな当たり前の生活に丁寧な優しさを差し込みます。買い物袋にかけられる透明なビニールカバー。ほんの数秒の作業が、商品を濡らしたくない気持ちを先回りしてくれます。お客さんのありがとうの言葉よりも先に気持ちが通じているようで、それは買ったものが帰り着いたその先のことまで考えている日本らしさ。海外の多くの国では自分で袋を二重にしたり、新聞紙で包んだりする。だけど日本では、あなたが気づく前に私たちが守ります。海外の反応。この位置でまで客は絶対にまた来ようって思うよね。イギリスじゃ自分で袋を二重にするのが普通だよ。ここまでしてくれるお店、こっちにはない。3、開店時の一礼。デパートの開店。ガラス張りの自動ドアの向こうに日常が始まる瞬間があります。開店時間になると、整然と並ぶ店員たちが一斉に深くお辞儀。それはただのマニュアルではありません。本日もお越しいただきありがとうございます。まだ姿の見えないお客さんに向けた敬意の儀式なのです。お辞儀、それは日本が誇る無言のおもてなし。一糸乱れぬ礼の姿は誰が見ていなくても崩れない美意識の証です。日本では開店前から心の準備が始まっているのです。海外の反応。超一番でデパートに来ただけなのに、王侯貴族にでもなった気分にさせてもらえるの。お客に対する真摯な姿勢。その美学がすごく好き。なんて品があるんだろう。形式じゃなくて本物の礼儀だね。4、日本の放送文化。日本で買い物をすると、たとえそれがただの日用品でも、驚くほど丁寧に包まれることがあります。例えば、デパートで紅茶を買ったとき、箱の角がぴったりと合うように紙で包まれ、テープの端は人目につかぬよう折り込まれ、まるで誰かに贈るもののような扱いを受けます。日本には商品の価値は包装から始まるという美意識があります。買い物袋に入れる前に、まずは紙でくるみ、お持ち帰りにお気をつけくださいと手渡してくれる。
それは、あなたが選んだものに敬意を払うという接客の形。海外の反応。日本の放送は、ありがとうって一言が見える気がするよ。お菓子を包むだけなのに、一つの儀式みたいで美しかった。お釣りの儀式。日本のレジは数字の正確さだけじゃありません。お釣りを渡すとき、1枚ずつ目の前で数え、お客の目の前にそっと重ねていく。それはただの会計ではなく、あなたの大切なお金をしっかり返しましたよという約束の時間。海外では小銭をまとめてのトス渡しが主流。手を差し出しても気づかれず、床に散らばることすらあります。それとは対照的に、日本はお金を扱う動作にこそ、深い人間的配慮が息づいています。海外の反応。日本のお店ではお釣りを数えながら返す。あれってただの習慣以上に丁寧さなんだね。ただのお釣りなのに、お金だけじゃないものも受け取った気持ちになるね。6. 白手袋のタクシー。日本のタクシーに乗ったことがありますか？ドアは自動で開き、白手袋をはめた運転手が丁寧に迎えてくれる。静かな車内に響くのは、柔らかな声と穏やかな走行音だけ。白手袋は清潔の証。丁寧な話し方は誠意の証。乗せて運ぶ以上の人を扱うという誇りが見える時間です。海外ではタクシーは移動手段。乗った途端エンジンをふかし、時にはメーターを使わないなんてこともある。でも日本のタクシーはまるで街を巡る個人用リムジン。運転手の白手袋は、あなたが見えないほどの安心に包まれていることを無言のうちに伝えているのです。海外の反応。手袋つけたタクシー運転手なんて見たことないわ。ヨーロッパでそんなのあったらロイヤルファミリー級よ。日本で乗ったタクシーで自分は大切に扱われる価値があると初めて思えた。いかがでしたか？気づかれないほどさりげなく、目に見えないほど深く、日本のサービスにはそんな精神が宿っています。どのおもてなし文化が印象深かったですか？コメントでぜひ教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白かったらチャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。これからも外国人が驚いた日本の文化シリーズ増やしてまいりますので楽しんでいってください。ではではまたね。